年老いたお母さんが普段牛肉なんて脂っこくて嫌だっつって食べないのに、伊藤さんとこの肉だったらおかわりして食べてくれるんですと。そういうのを聞いた時は、自分の仕事は間違ってないと思います。甘くて香りがあって、食べた後にもっと食べたかったなって思える味、自分の人生の成果としてこんぐらいやったんだっていう成果は見たいですよね。で、最終的にうちの社員の子どもたちがお父さんやお母さんのように伊藤牧場で働きたいって言われたら事業の成功と思います。伊藤牧場代表取締役伊藤照美です。主に受精卵移植で生まれた和牛を買ってきて生後24ヶ月例での出荷になります。で、出荷頭数はおおむね年間900頭。実際に牛を見て咳してないかとか、呼吸のスピードはどうだとか、人間と一緒ですね。具合悪い時って目に光がないでしょう。そういうところを見ます。まず餌を寄せて、牛が起きれなくなってないかどうかを確認します。起きれなくなると、そんだけで腹の中にガスが溜まって呼吸できなくなって死んでしまうので、牛の消化って胃が4つあると言われてるんですが、これぐらいの大きさだと第1位を使うんですけど、第1位って発酵槽なので、寝返り打ったり立ったり座ったりしながらガスを流してくる、あるいはゲップしたりしてね。で、ゲップできなくなると当然ガスがどんどん溜まってくるでしょ。それが、肺を圧迫して呼吸できなくなって死んでしまう。夜の見回りは主にそれですね。夜中だと牛静かに休んでるので、そういう時しか見えない症状もあるんですよ。牛って臆病だから、人が来たらこっちに注意を向けるんですよ。具合悪い牛はそれをできない。もう具合悪いからほっといてって感じ。正常な牛だけ覚えてれば、例えばここ普通4頭全部こっちに来ますよね。だけど1頭だけ来ない。で、そういう時に寝方がおかしくないかとか呼吸がおかしくないかをチェックして、ただ寝てるだけなのか具合悪くて来ないのかっていうのを判断します。あれはただ寝てたいだけで、あと例えばここの場合赤の磁石、これ夕方餌を下ろしてないっていうサインなんです。一人の人間がずっといるわけでもないので、やったこととか全部ここに書いてもらったり、あと磁石でサインを出してもらいます。できるだけ短期間で牛に無理をかけずに大きくする方法ないかなってずっとやってきてるんですよ。で、それがこういうふうに全部予防でやってって、牛を徹底的に健康にする。そりゃ夜は寝たいですよね。だけどそうも言ってられない。なぜ朝来たら死んでんのかなとか、昨日まで元気だったのに、いろんなことも試したけどどうしてもなかなか減らないんです。だから夜どういうことが起きてんのかなと思って夜の見回りを始めてみた。やんなくて済むんならやりませんどうしてもやんなければ経営的に大きいマイナスになっていくのでやってるだけであって、うちが24ヶ月例で出荷できてるっていうのもああいうことを徹底してるので成長が早いんですよ。で、特別なことをやってるわけではなくて、牛が健康だから勝手に餌を食べて勝手に大きくなると。で、それに対して特別な工夫っていうのはないんです。だから病気にしないっていうのが一番大切。ここまで持ってかないと利益が出ないっていうラインあるでしょ。餌が高いので
早く大きくして早く売り上げを稼がないと利益が出ないんですよ。いろんなやり方あるじゃないですか。それぞれ長期間買って丁寧に仕上げていくのと、うちはやっぱり早く自分とこの持ってる技術の利点を生かして早く大きくしていかないと利益が出ないです。一旦帰って日経ニュースをスマホで見て2時間程度仮眠をとっておしまいです。そうですね。もう一度6時ちょっと前ぐらいに起きて朝ごはん食べて7時ちょっと前ぐらいに出勤すると。7時ぐらいかな。すげえ、そのまで出たよ。何が雲。そばじゃん。川伝いに来たんだろう。こっち来るな、じゃあ。今日の段取りはまず女角。エコーと女角どっち先？どっちかって言ったら女角じゃない。エコーだって始まるの10時ぐらいだよ。先生9時前に来て、一般診療を終わらして、一般診療っても昨日よりはかからない。だいぶ上向いてきて、じゃあ移動しよう。よしよ。今日今野さん休みだ。休み。あと沼倉君も休み。おはよう。今日の段取りは保育チェックで、あと佐藤君とヘマ君は女角で10時ぐらいからエコー検査で、あと俺は田んぼ行って収穫して午後から丸める。そんな感じ。よしやろう。牛午後持ってくから。で、マリナちゃん、あとグローパワー今日届くから、4の2と3に入れて計量して。小さい牛のところはミルクを飲みに来てるかどうかで、来てなかった牛は何で来なかったのかっていうところを見ます。まず具合悪かったのかとか、気まぐれで飲みに来てなかったのかとか、保育のステージの牛はそういうところを気をつけています。実際に中に入って牛を一頭一頭確認するので、その時にあと下痢してるかどうかとか、そういうのも見ますよ。そこで具合悪いやつをピックアップした上で、その他のもっと深い診療に入っていきます。人間と一緒。まず呼吸と表情ですね。呼吸と表情を見て、あと、これぐらいのステージになるとそんなに風邪ひいたりっていうのも少ないんですけど、便の状態確認してですね。マック、トラックのさリアゲートちょっとブレーキおかしいから、上げるとき本当今までよりももっと細かくちょん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 やっていかないとキーンってなってワイヤー切れちゃうから、あれ気をつけて。あ、そうだ、言うの忘れてた。エアパージしてないんだね。したこれから消毒しろよ、足。ここが今問題なんですよ。ロタっていうウイルスが入っちゃったんで、下痢されて、でもう軍にいたら軍にまた移っちゃうんで、個別で管理してやっと落ち着いてきたってとこですね。
除覚の意味はお互いに喧嘩した時に怪我をさせないようにする。牛は遊んでるつもりでも体が大きいので人間に当たったりすると人間の方が怪我をするんですね。その時に人間が怪我をしなくて済むようにしたとしても軽傷で済むように角を切ります。流れは牛の体重を測る牛行器に牛を追い込んでそこで補定をして体重を測るのと同時に局所麻酔をして角を切って止血します。止血は焼きごてで焼いてしまう。4日の分と6日の分だよね。そうですね。今お願いしてる治療を一旦やってその後肺エコーやります。実は下痢してて今はだいぶ収まってきてるんですけど、一応ハッチの中隔離して様子見てる。はい。ごめんごめん。熱高い。呼吸がすごい悪いわけではないんですけどね、熱高い。40.3。でスロール打ちますかね。なんか右耳が、ちょっと怪しいですね。右耳。はい。はい、ごめん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 。心臓の音とか肺の音とか、あと胃腸の動きとか、はい、そんな基本的なことを聞いて調子を昨日と比べてどうなっていくかというね。はいはいはい、終わるから。ごめんなさい。終わるから。外れた？いいわり。治療が治ったかどうかの検査を今日はやります。はい。治療の結果、病変が消えていれば治ってるし、もしかして増えてるかもしれないですし、変わってないかもしれないですし、様々いるんですけど、はい、それの結果を今日見て、またさらに治療を組み立てる。はい。エコーのすごいところって表面上熱もないし聴診しても音が正常だしでもしっかり病変はあると。その段階から治療を始めると抗生剤の使用量は最小で済むし治療期間も最短で済むので最終的には牛にもいいしこちら側としても薬代が減っていいと。あれはいいなと思ってやってます。左は大丈夫。左大丈夫です。1で2だったのが B になってる。そうですね。生産者さんというかいろんなところから入ってくる牛たちなので、どんな病気というかを持ってきてるかが特定できないというか、いろんなウイルス持ってるかもしれないですし、いろんな菌持ってるかもしれないしっていう分かんないんですよね。なので着地した地点で病変を見つけてもみんな同じ治療したからって治るっていうわけではないということですね。終わりです。あと1頭継続の治療を見てもらって終わりですね。悪い。夫は昨日よりいいとは思うんですよね。ただ熱が高くなってるよ、ね、高いんでどうなんだろうなと思ってちょっと全体は収まってるけどこいつはダメだな。そんで熱も下がらない。昨日から洗って消毒だ。はい、ゴー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 。TMR といって牧草配合飼料等を設計された通りに配合した餌を食べさせます。生後12ヶ月例で肥育後期の餌と藁だけになります。
TMR の設計も日清丸紅に頼んでるし、それを目標の数量食べると目標の体重分大きくなってスムーズに大きくなるから早く出荷できると。ただそんだけでシンプルなんですよ。餌が一定であれば全部揃うはずなんですね。育成の頃からどういう栄養が入ったか大きく左右されるので、やっぱり設計通りの、数量を食べる。結果健康でなければ食べられない。そういうところじゃないでしょうかね。理想として循環型農業を目指す。60年ぐらい前のこの地域っていうのは、みんなどの家でも田んぼやって家畜がいて、で季節ごとにあと畑もやったりして、家畜の堆肥を使って土地を耕す。米が育って稲わらができると。でその稲わらを食べさせて牛を育てる。そんな感じだと公害って出ないじゃないですか。地域に迷惑をかけないように牛を育てると。子供の頃ってこうじゃなかったよなっていう感じで、近代的な設備とかを使ってもっと人に負荷がかからないように循環するように工夫するって感じです。はい、お疲れ様でした。眠くなんじゃん今日すぐ。そうだな。夕べ戻って寝たの？寝た。よく寝れるよね。それもコンディションの作り方だよ、眠るのは。持ってき方？美味しい？セリ入れないと。やっぱりうまいな。安心する美味しさ。うまい。味も好みとか主観だったりするので、あとその時の体調、一緒に食べる相手が楽しい人かどうかで全部その思い出につながっていくでしょ。だから楽しい人と食べればうまいんじゃないのかな。和牛っていうのはやっぱり高級品なんですよ。例えば今日いいことがあった、今日給料日だった、ボーナスが出た、和牛ですき焼きやろうかとかね、そういう時にいつでも手に入って食べた人たちが今日のはうまかったな、どこの牛だろうなって調べた時に伊藤牧場のだ、また食べたいなって思ってもらえるような牛を育てたい。それはもう、食べてくれる人たちに対する約束であって、自分たち会社側としてはきれい事だけでは経営は続かないので、きっちり利益を上げていく。それを、最大のバランスのもとに達成したいと思ってます。